こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。最近ではオードリー・タンの参戦が決定して話題になってましたね。なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますのでそちらもぜひ見てみてください。でまたこの WebX のチケットに関しては概要欄のリンクから入っていただくと通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで少しでも興味持った方いらっしゃいましたらぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、結果としては全体でマイナス1.89億ドルの純流出を記録しています。内訳としては、フィデリティの FBTC がマイナス0.8億ドル、グレースケールの GPTC がマイナス0.5億ドル、アークの ARKB がマイナス0.49億ドルと、他もビビたる増減を記録しています。これで今週は全体でマイナス5.8億ドルの純流出となってますね。一方、香港の ETF はビットコインがマイナス 1.96BTC、イーサは0と、ドル換算ではマイナス12.9万ドルとなっています。厳しい週となりましたが、来週以降挽回できるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在66,300ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米ミシガン大学消費者信頼感指数が予想の 72.1 に対して結果が 65.6 と、予想と前回を下回る結果となりまして、米金に下落、米ドル安要因となっています。また他では昨日の日銀上田総裁の発言、国債の買い入れの減額は相応の規模になるとか、データ次第で短期金利引き上げは当然あり得るとか、高寄りの発言から円高に傾いてますが、欧州の方でも選挙戦が荒れていることから、フランスで暴動なども起こってまして、ユーロから円に資金が逃げていると、こちらも円安要因になっているとされています。ドル円は昨日から下がってますね。米国債金利は 4.22 を推移しておりまして、ナスダックが 19,650 と ATH 更新、S&P500 が 5,435、ダウ平均が 38,580、金ゴールドが 2,330 ドル、日経平均が 38,810 円、ドル円が 157.3 円となっております。個別株の方では、マイクロストラテジーが昨日また新たに5億ドルの転換社債発行を発表しましたが、その額を7億ドルに訂正しています。市場全体が厳しいながらも株価は若干のプラスになっています。あとはビットファームズの買収に動いているライオットプラットフォームズがビットファームズの株をさらに387万ドル相当購入したことを発表しています。これでライオットプラットフォームズの保有量は全体の 14% となっています。このビットファームズは昨日ですね、マイニング容量を増加させる発表をしたことで株価もプラス 14% と高騰してましたけども、本日もプラス 2% と続伸しています。ビットファームズ側はなんとか買収されないようにですね、ポイズンプリ戦略とかいろいろやってるみたいですけども、徐々に株を買われている展開になっています。マイニング企業同士の争いが最終どうなるのかにも注目ですね。ビットコインの先物の方では OI が全体でマイナス 0.5%、額としては336億ドル相当、未だ減少傾向となっています。比率としては全体ではロングが 52.5%、バイナスミはロングが 69.6% と上入りになっています。今後の指標としては、本日6月15日にロシアの実質 GDP、CPI、6月17日にニューヨーク連銀製造業景気指数、6月18日に米小売売上高、オーストラリア、ハンガリーの中銀政策金利などが控えております。市場全体で見ると、米金利下落からナスダック ATH 更新となってますが、仮想通貨市場単体では先日からお伝えしている通り、ETF の流出が止まらずですね、未だ弱い状態が続いています。先日取り上げたマイナーの売るやつによるものが大きいという見解もありますね。仮想通貨側は未だにですね、バーンスタインのアナリストがビットコインは2025年末までに20万ドルに到達するとか、コインベースのアナリストがですね、AI によるテクノロジーの効率化で利下げが加速してビットコインも後押しされるとか、前向きな見解がよくピックアップされてますけども、現状は厳しい展開です。チャートだけ見たら一時6万5000に到達してまして、かろうじて6万6000の攻防に戻っている展開ですが、ファンド的にも強いものがなくてですね、週末を迎えたので、サプライズが出ない限りは、少なくとも来週まで厳しい展開が続くんじゃないかなと思います。昨日もお伝えした通りですね、6万4000、またその下の6万2000あたりまで見ておいた方が良さそうですね。ただ金、ゴールドが若干盛り返しているので、個人的にはそこが少し気になるなと思いました。何らかのファンドで上へ向かうなら、6万8000の抵抗を超えられるかが焦点になると思います。
今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3500ドル、BTC 建ては 0.0528 と、昨日から上昇傾向にあります。先物の方では、OI は全体でプラス 1.7%、額としては149億ドル相当と、こちらは昨日から増加しています。比率としては全体ではショートが 52.4%、バイナンス民はロングが 77.2% と下寄りになっています。昨日のゲンスラーの夏頃 S1 承認というファンダが出てから単独で若干強くなっていますね。BTC 建ても強くて OI も増加しています。ただ仮想通貨市場単体ではまだ厳しい状態なので、大きく上に期待するのは国なのかなと思いますね。ドル建てでは昨日一時3400を割って3360ドル台まで落ちてますが、また3400の攻防に回帰してます。ここからイーサが単独で強くなるんでしょうかね。6月中3200のラインで耐えられるのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。ジェミニがニューヨーク州司法長官と和解と、ジェミニは和解金5000万ドルの支払いと、今後ニューヨーク州内での暗号通貨貸し付けプログラム、ジェミニアンの提供停止に合意しています。ジェミニは先日ですね、ジェミニアンユーザーに対して21億8000万ドル相当の現物での債権者分配をすると発表してましたけども、これは対ニューヨーク州司法長官との訴訟になってまして、ニューヨーク州司法長官はジェミニに対してニューヨーク市民を含む何千人もの投資家を誤解させたとしてジェミニを訴えていました。今回その訴訟の和解になっています。ニューヨーク州司法長官はですね、ジェミニは投資家が資金を増やす方法としてアンプログラムを宣伝したが、実際には嘘をつき投資家の口座を締め出したと。本日の和解により詐欺に遭った投資家は全額保証され、仮想通貨企業には投資家を騙すのは違法であり、私の事務所は容認しないということを思い起こさせるはずだと声明を出しています。昨日も SEC vs テラの和解の件を取り上げましたが、徐々に過去の生産が行われてますね。あとはナイジェリアがバイナンス幹部に対して行っていた脱税の告訴を取り下げています。ナイジェリアはバイナンス幹部2名に対してマネーロンダリングと脱税の罪で刑事告訴をしてましたが、そのうちの脱税の告訴を取り下げと、ただマネロンの告訴は未だ残っているようです。バイナンスはですね、ガンバリアンは110日間拘束されており、最近マラリアと肺炎と診断されるなど、健康状態が悪化していますと、バイナンスはこの問題を解決するために、ナイジェリア政府と引き続き協力していくことを約束しますと声明を出しています。先日このバイナンス幹部が米国市民であることから、米国の議員がバイデンに対して、このバイナンス幹部を救済するよう書簡を送ったことも取り上げましたけども、それが効いてるんですかね。当初ナイジェリアはただの中華系の取引所から金をまくろうとしてたんでしょうけど、そこにね、バイナンスと対立してたアメリカが出てくるとは、想定できないですよね。ちょっと脅して金踏んだくろうとしてたら、すごいケツ持ち出てきたみたいな展開になってますけど、ナイジェリアとバイナンスの問題が解決するのかも注目ですね。あとは闇取引が行われていたエンパイアマーケットの運営2人が起訴されたのも話題になっています。この2人は別の闇サイト、アルファベイで起訴されてたんですが、今回エンパイアマーケットで新たに起訴と、麻薬や詐欺、通貨偽造の容疑がかけられています。どの通貨かはまだ明らかになってませんが、7500万ドル相当の仮想通貨が押収されたことで話題になっています。今までの流れからすると、押収された仮想通貨は市場で売りさばかれるので、これも一応売り圧ファンダになるんですかね。今後の進捗に注目ですね。あと、ここからアルト関連になります。この市場が厳しい中、テレグラム関連のトン、ノットが高騰しています。テレグラム内での2案件のゲームが流行っていることが要因とされています。トンチェーン上のアクティブウォレットの数を見てもですね、5月から倍近くなってますね。やっぱりチェーンの盛り上がりはそのまま価格に反映されますね。時価総額9位のトーンは ATH を更新してまして、ノートは BTC だってでプラス 10%、時価総額55位と、未だ上位を保ってます。やはりテレグラム関連強いですね。上昇相場になった時にさらに強くなるのか注目ですね。あとはエプトスのトランザクション数が急増したのも話題になってます。今までの平均は1日50万件程度だったんですが、5月末には1日4700万件と急増しています。これもテーポスと呼ばれるクリックしてトークンを稼ぐゲームが流行ったせいだとされています。クリックするたびにトランザクションが実行されるため、このような結果が出たと。クリック系流行ってますよね。やってる方いますかね。私はね、全然やる気になれなくて一切触ってないですけど、放置ゲーもね、このクリック系も結局デバイスを起動しっぱなしになるじゃないですか。以前もね、放置ゲーいろいろありましたけど、前やった時もね、そのパソコンもスマホも消耗するし、私はね、あんまり合わなかったんですよね。それ用の機器を買えばね、また違うんでしょうけど、ちょっとそこまでできなかったですね。
エビとその価格は 7.7 ドル、BTC 建てはマイナス 2.5%、時価差が32ですね。こちらも流行りに乗れるのか、今後の動向に注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。